ちょっと綺麗になりすぎじゃないか？夜も神秘的だね。あっち向いてほい。これからは AI だね。セブンティーンマイの圧倒的に進化して帰ってきたドラレコがものすごい。何がものすごいんだい？いや、皆さんこんにちは、七草です。早速ですが今日の製品はこちら。セブンティーンマイさんから新しいドライブレコーダーが登場しますよということで送付いただきました。それに加えて今回の新製品の発表会を行いますのでぜひお越しくださいということで招待いただきましたので七草お邪魔させていただきました。あいにくの雨だな。どれどれ、どうやらここみたいです。七草、このような発表会に招待されるのは初めてなのでなんだか楽しみだな。とりあえず中に入ってみますか。関係者以外入るなよって書いてあるけど受付とかしてないけどまあいいか。入り口入った正面に電子看板があってここに書いてありました。2階ルーム1セブンティーン前新製品発表会。左手のエスカレーターで2階へお上がりくださいということなので2階に上がっていきましょう。お邪魔します。受付を済ませました。おお、これが今回の新製品か。日本で新製品の発表会をするくらいかなりの自信作そうですね。席は一人一人用意されていて最前列は主にメディア記者関係の方たちでした。七草の席もしっかりと用意されておりました。あと七草と同じように招待された YouTuber の方たちもいらっしゃいました。いろいろ面白い話ができて楽しかったです。これがセブンティーン前の新製品か。パッと見る感じ前のモデルから 4K になって新機能が追加されているみたいですね。楽しみだな。はい、発表会では新製品の一押しポイントや前回のモデルより何が進化したかなどの発表がありました。内容は後ほど説明します。駐車監視時の怪しい人を追跡する機能のデモンストレーションがありました。この辺が進化したみたいだね。ということで改めまして今回の製品はセブンティーンマイダッシュカム 4K オムニという新製品のドライブレコーダーです。360度追尾機能がある 4K のドライブレコーダーです。開封しながら話していきますか。今回の新製品の前回のモデルダッシュカムオムニでは2023年1月に幕開けで初登場。その際に3680万円の資金調達に成功しドライブレコーダー部門で歴代最高額を記録して大きな注目を集めました。その人気製品ダッシュカムオムニの新製品が今回レビューするダッシュカム 4K オムニです。前回のモデルと比較してみましょう。こちらがダッシュカムオムニとダッシュカム 4K オムニとの比較の表です。全体的に新製品のダッシュカム 4K オムニがめちゃくちゃ性能が上がってますね。まず本体ですがリアカメラがつきました。これで後ろもバッチリだね。そして解像度がフル HD から 4K になりました。リアカメラはフル HD です。はい、センサーも良くなりました。フロントもリアもスタービス2が採用されています。フロントが IMX678 でリアが IMX662 です。ルミビジョンという暗視処理技術で夜もくっきり見えます。 Wi-Fi6 に対応しています。マイクロ SD カードは最大 512GB まで対応となりました。駐車監視モードもパワーアップしています。日本語での音声コントロールも対応しました。あとバッテリーに関しましてはリチウム電池からスーパーキャパシターになってますね。はい、ざっくりした比較はこんな感じでした。はい、箱から全て取り出しました。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは本体。なんか可愛いね。あれ宇宙船を直すロボットのやつみたい。この下の部分がぐるっと回るわけですね。360度回りっぱなしではなくて両方の向きに回す位置の限界があります。合わせて360度取れるっていうことですかね。上の方のマウント部に電源用の USB-C ポートとその隣にリアカメラポートがあります。このポートは USB-C でもマイクロ USB でもないやつ。本体側面にマイクロ SD カードのスロットがあります。蓋はペロンってめくっても落ちないやつだね。マイクロ SD カードは最大 512GB まで対応しています。そして設置した時の手前側、ここにディスプレイがあります。こっちの横には電源ボタンと上ボタン、下ボタンがあります。ここの両面テープを剥がして設置します。なんかしたゴルフボールみたい。ここは説明書に特に何も書いてありませんでした。でね、上の部分がグニーっと開きまして、ここで角度の調整ができます。本体はこんな感じですね。続いてリアカメラがつきました。やっぱりね、360度ぐるーっと車内は撮れてもリアカメラがないと後ろの車の確認は厳しいですからね。こっちの横は何もなく、逆サイドの横からケーブルが出ていて抜けないタイプですね。リアカメラはここが360度回るので角度調整は可能です。珍しくカチカチ回るタイプですね。なんか気持ちいいかも。リアカメラ側のケーブル先はこの4ピンメスタイプでした。はい、次、こちらがリアカメラ用のケーブルです。4ピン押すと、あとさっき言ったよくわからない形状のリアカメラ用のポートに刺さるやつ。ここね。
はい、次、電源ケーブルです。これは USB-A to USB-C になっていて、この付属のシガーソケットに接続して使います。USB-A ポートが1個余るのいいね。次、マイクロ SD カードです。これ、オプションじゃなく最初から 128GB のマイクロ SD カードがついています。こういうところいいね。忘れないうちに入れとくか。ちなみにマイクロ SD カードはもう一度押すと取り出せますからね。あとは配線で使う棒、アピール満載ステッカーが2枚、カメラを設置するところに貼る静電気ステッカーが前と後ろ2枚ずつ、カメラ自体の両面テープの予備が1枚ずつ、ユーザーマニュアル、ところどころカラーでした。厚さはこれぐらい。あとは他の紙類と保証書があります。保証期間はなんと3年間。はい、ここからはオプションです。カメラのレンズ部に装着する変更フィルター。このような形をしています。レンズ部に装着するとこんな感じになります。いや、これじゃわからんわ。フロントカメラにつけてみるか。デロン。こんな感じ。変更フィルターあった方が見やすいんだろうね。でね、先端のフィルター部がマグネットになっています。白の点と点を合わせんのかな。はい、次、駐車監視を使う場合のケーブルです。直結電源ケーブルですね。片方は USB Type-C で、もう片方は線そのままになっています。黄色が常時電源、赤がアクセサリー、黒がグランドとなっています。駐車監視を使いたい方はこのケーブル必須です。はい、それでは車に取り付けていきましょう。はい、車内にやってまいりました。それでは取り付けていきたいと思います。いろいろ考えたけど、この辺に取り付けていこうかな。取り付ける位置にこの静電シートを貼るんですが、こんな感じでね。これ取り付ける位置を気にしたのが、あんまり上というか手前にすると、カメラが左向いた時に、左前方がルームミラーと被って撮れないんですよ。なので、本当はルームミラーの裏がいいなと思ったんですが、ルームミラー裏の上の方に設置すると、これまたカメラが車内の方にぐるっと向いた時に、ルームミラーと干渉して車内が映らない。あと手前のディスプレイも全く見えない。かといってルームミラーの下の方に設置すると取り付け位置的に NG だし、悩んだ結果これらを考慮してこの位置にしました。ペタ。こんな感じの位置です。この位置なら左前方映るね。ぐるぐる。はい、次、電源ケーブルを本体に接続しましたので、これを天井裏を通していきます。この辺の線を隠すのはね、案外簡単なんですよ。ルートはこの辺の中を通していきます。マット下を通してシガーソケットに挿します。はい、次、リアカメラのケーブルを接続していきます。マウントの左側のポートです。はい、そしたらこのケーブルですが、左側に振っていきます。隙間から天井を通して、この辺の A ピラーの隙間を通して、下までぐるーっといきます。ここを通して裏に行く感じです。この辺の配線は好みによるのでカット。はい、リアカメラ行きましょう。ベロン。リアカメラも両面テープです。はい、ケーブルコネクターはこれです。前から引っ張ってきたケーブルとリアカメラのケーブルを接続します。リアカメラケーブルちょっと短めでしたかね。5.5 メーターほどでした。で、リアカメラもこのシートを貼ってからそこに貼ります。この辺かな。はい、後ろはだいぶ簡易配線ですが、こんな感じですっきり設置できました。ここがさ、丸いマウント部に2本挿してるので、ケーブルのコネクターがどうしてもね、平行にならないんですよ。こう広がっちゃう感じ。なので、どうしてもここが形状的に正線が綺麗に見えないですね。まあいいか。こんな感じにハの字に広がっちゃいます。マウント部が丸いからしょうがないけど、なんかちょっと気になりました。電源を入れてみましょう。マイクスが登場しました。このキャラね、マイクスって言うんですよ。起動と同時にカメラがぐるぐるし始めました。Hello, I am Max. Please use 70my app to bind the device. はい、アプリとデバイスを接続してくださいって言ってますね。70my のアプリをインストールして開きます。七草は以前70myさんの A810 という別のドライブレコーダーをレビューしたので、そのモデルが登録されていますが、今回このアプリにダッシュカム 4K オムニを登録していきます。Wi-Fi の設定画面が出てきた場合は画面の指示に従って進んでください。基本的に Wi-Fi はオンの状態で進んでください。右上のボタンをタップして、ドラレコ一覧から今回のダッシュカム 4K オムニを探して選択します。電源に接続してドライブレコーダーの電源を入れてくださいと出てきましたが、もう電源入っているのでこのまま次へを押します。そうすると今回のモデル名は X800 となっていますが、これで合っています。これを選択します。はい、そうするとデバイスで接続許可を確認してくださいと出てきてカウントが始まります。その際に本体のディスプレイにここだよって矢印が出てくるので、その1電源ボタンを1回押します。これで接続許可 OK です。これ30秒以内に押してください。30秒経つとやり直しになります。はい、これで正常にアプリ上に追加されました。あとのね、使用方法は説明書を見てください。はい、アプリからこのように360度操作ができまして、映っている画角を確認することもできます。車内にカメラを向ければ Vlog も撮ることができますね。それでは早速走っていきましょう。
ここからはぜひ 4K でご覧ください。画面右下の歯車マークから 4K を選択してください。まずは日中帯の映像から。日中帯といってもほぼ夕方ですが、まだ明るいですね。セブンティーンマイさんのドラレコは色がくっきり出るのが特徴です。画質は 4K の UHD、 解像度は 3840×2160p、 フレームレートは最大 4K60fps。 ちなみに 4K60fps の場合フロントカメラのみの録画になります。なのでフロントカメラのみをめちゃくちゃ高画質でものすごい滑らかな映像で撮りたい場合は 4K60fps に設定するとたまらない映像が撮れます。ちなみにこの映像は現在フロントカメラもリアカメラも録画しているので、前後2カメラ録画の場合はフロントカメラは 4K30fps になります。フロント 30fps でもこれぐらい綺麗です。もうめちゃくちゃ綺麗だよね。デフォルトはこの映像になります。イメージセンサーはソニーのスタービス2技術を搭載した最新センサー IMX678 を採用しています。 HDR も対応していて、日中も夜間もめちゃくちゃ綺麗に撮れます。画角は146度、 F 値は F1.7 です。この綺麗な画質、これはセブンティーマイが自社開発したセブンティーマイマイカラービビッドソリューションというカラーソリューションの技術の賜物です。続いて明暗さを見ていきましょう。トンネルから抜ける際ですが、抜けた先の道までもう見えています。このままトンネルを抜けます。一切白飛びなし。ドラレコはこの白飛びするかしないかがだいぶ重要なので、ここも決めるポイントとしてみてください。雨の日でも肉眼より明るく撮れている印象です。看板もめっちゃくっきり。続いてリアカメラ見ていきましょう。はい、こちらがリアカメラの映像です。画質はフル HD、 解像度は 1920×1080p です。やはりフロントの 4K と見比べると画質はやや劣ります。フレームレートは 1080p の 30fps で、今回リアカメラのセンサーにもソニーのスタービス2が採用されていて、センサーは IMX662 です。リアカメラも HDR 対応。画角は130度で F 値は F1.7 です。雨の日でも思ったより明るく撮れています。ゴールデンウィークめちゃくちゃ雨が強い日ありましたよね。続いて夜間の映像を見ていきましょう。こちらが夜間の映像です。まずは周りに明かりがないところ、自分の車のライトしかない比較的暗いところでもこれぐらい綺麗です。ここから徐々に明かりが多いところに進んでいきます。信号で止まります。前の車のテールランプや信号の光、ここだけを見てもめちゃくちゃ綺麗で、これだけでもすごい神秘的に見えます。はい、だんだん街が明るくなってきました。ここで一旦止めます。夜間でも看板がこれだけくっきりと見えます。これだけ夜間が綺麗だったら、なんか夜のドライブムービーでも撮りたくなっちゃいますね。夜間がこれだけ綺麗に撮れるのはセブンティーンマイナイトダウンビジョンという夜間映像ソリューション技術によって、複雑な照明環境や低光量環境でも鮮明な映像を撮ることができるからです。結構ね、夜間の看板とか白飛びしちゃって全然映ってなかったり、対向車のライトでも白飛びしちゃって見たかったところが見えないとかね、肝心な部分が見えなかったら意味がありません。この映像なら夜間何かがあってもはっきりと鮮明に残すことができそうです。はい、こちらは夜間のリアカメラの映像です。フロントカメラが 4K に対してリアカメラはフル HD です。リアカメラは周りが暗いところだとどうしても暗くなりがちですが、これぐらい近づけばナンバーははっきりと見えます。後続車のライトの光による白飛びにも強いと思います。あとね、こういう暗い場所でこっちもライトをつけていない時、駐車監視中とかですね、肉眼では周り結構暗いんですが、ここが今回初搭載自社開発のセブンティーマイルミビジョンという夜間の駐車監視に特化した暗闇でも抜群の威力を発揮する技術が搭載されています。暗所でも見えやすいね。続いて駐車監視モードの説明をします。こちらもセブンティーンマイさんの動画ですが、怪しい人が近づくと AI が胴体を検知して追尾します。車の横に回られてもカメラが追っていくので、不意にされてしまう駐車時のドアパンチ、こういう時動画が撮れていればと思った経験ありませんか？この製品は胴体検知ができれば追尾できますので、大事なシーンが撮れるかも。こんな感じで怪しい人は追尾されてしまいます。これ明らかに怪しい人だな。俺？はい、それではこの ADAS について話していきます。日本語では先進運転支援システムと呼ばれますが、この ADAS 設定から ADAS 機能を有効にすることで、車線逸脱や前方衝突、さらに前の車が発進した時など、音声や映像でドライバーに警告してくれます。で、この設定は画面の指示に従って構成しなければなりません。ボンネットの先端に線を合わせたり、回転レンズを調整したりします。ADAS 機能のキャリブレーションを開始します。
キャリブレーション中は車速を40キロ以上に保ってください。とね、マイクスが喋って教えてくれるので、指示に従ってキャリブレーションしてください。キャリブレーションは40キロ以上で走行してくださいってことだったんですが、一般道ではね、信号があったりでなかなか40キロ以上保てなかったりもします。けど問題なくキャリブレーションは成功したみたいです。 ADAS 機能のキャリブレーションが完了しました。これで OK。ADAS の警告オプションなんですが、前の車近づいてるよとか、車線はみ出てるぞとか、前の車進んだよとか、歩行者自転車バイク危ないよとかを教えてくれる警告なんですが、このね、車線逸脱は幹線道路や高速で車線変更する時にも結構警告されるので、うるさいよって方はオフにしといた方がいいかもしれません。どんな風に警告が出るのかというと、ライダーに注意してください。ライダーに注意してください。このように喋ったり、このゲームみたいな映像は録画した映像にアプリ経由で後付けで付けられるものなんですが、その時の速度、前の車との距離、危険ポイントなど検知してくれます。後で映像を確認する時に危険ポイントが見れても意味ないじゃんと思いますが、 ADAS で設定した項目についてはリアルタイムで音声で教えてくれます。状況の証拠については距離が後で見れるのはいいですね。歩行者も検知して音声で教えてくれます。歩行者に注意してください。歩行者に注意してください。あとは止まっていて前の車が発進すると、前方の車が発進しますのでご注意ください。とね、日中帯で少し見えづらいですが、赤ランプが点灯してディスプレイにマイクスの驚いた表情が現れます。はい、ADAS についてはこんな感じでした。続いて音声でコントロールすることもできます。左向いて。これミラーと被っちゃってますが、左側を撮りたいときは話しかけるだけでこの画角で撮れます。右向いて。同じく右側も同様、話しかけるだけで右の横まで撮れるようになります。前方を撮るカメラだけではこの画角では撮れないので、何かあった時に横まで撮れます。カメラ戻して。カメラ戻してといえば前に戻ります。 Vlog 開始。オープニングのようにカメラがぐるーっと回って撮影が始まります。カメラがこっちに向いて Vlog 感覚で撮ることもできます。これは面白いね。音声コントロールはこんな感じでした。はい、マイクロ SD カードは簡単に横から取り外せますが、ドラレコ自体もね、簡単に取り外すことができます。ここのマウント部で止まっているだけなので、これをひねれば簡単に取り外すことができます。両面テープで貼り付けた土台だけが窓に残ります。で、取り付ける際は今度は逆に左側にひねるだけ。こんな感じで本体の取り外しも簡単にできます。本体の操作感ですが、物理的なボタンはここの電源ボタンと上下ボタンのみです。はい、上下ボタン下を押してみると Wi-Fi のオンオフ、音声のオンオフなど限られた項目のみ設定することができます。なので具体的な設定はアプリから行ってください。はい、アプリではこのように詳細な項目がいろいろとあります。解像度の設定、録画した映像に速度や位置情報、17前のロゴが初期状態だと映像に載っているんですが消すこともできます。はい、駐車監視の設定もアプリから行ってください。緊急録画や先ほど行った ADAS の設定、音声コントロールの設定もできます。他にもいろいろと詳細な設定はアプリから行ってくださいということでした。あとね、アプリから録画した動画を見れるんですが、アプリ上からその見たい動画をダウンロードすればこんな感じで、この時にどこの道を通ったのか GPS もついていますので、位置情報も同時に見れます。知らない道だったらどこで何が起きたのかがすぐわかりますね。あとね、ファームウェアの更新もアプリからできます。ここ見てみると現在のバージョンと最新のバージョンがあります。最新のバージョン新しいの出てますね。ファームの更新していきます。この辺は画面の指示に従って行ってください。はい、アップデート中はこのような画面でした。ダウンロードとアップデート、ここでしばらくの待ち時間があります。適用中みたいな画面になりました。アップグレードが正常に完了しました。ファームのアップデートが終わると本体が再起動されて、これでファームのアップデート完了です。はい、アプリ上で確認しましたがしっかりと最新になっています。ちなみにですが、ドラレコとアプリを接続しているとドラレコのディスプレイにマイクスの顔が現れます。この顔です。この顔の状態の時は音声コントロールは受け付けませんので、この状態で右向いてとか左向いてとかは受け付けませんでした。アプリでの操作はこんな感じでした。
それでは気になる点を言っていきます。とても素晴らしいドラレコなんですが、やはり使っていて気になる点はありました。はい、それは音声コントロールについてです。こちらをご覧ください。右向いて。左向いて。前向いて。はい、ここです。右向いて左向いては言うこと聞きましたが、その流れで前向いてって話しかけても音声コントロールは受け付けてくれません。あれ？カメラ前に向けるのなんて言えばいいんだっけな。正解はカメラ戻して。そう、カメラ戻してって言わないと前を向きません。前向いてとか前撮ってじゃダメなんですね。これ実際七草、カメラが左に向いて前に戻そうとした時に、あれ前向かないな、なんて言えばいいんだっけなってマニュアルを見返す必要がありました。なのでこの音声コントロール、一つ一つのワードを確実に覚えておかないといけません。これね、他の音声での操作にも言えることなんですよ。車内を撮りたい時はどうでしょう？車内撮って。車内撮ってじゃダメでした。車内を撮るには車内録画して。車内録画してって言わないとダメです。他にも例えば Wi-Fi のオフオンを音声でやろうとした時 Wi-Fi オフ。Wi-Fi オフにして。はい、Wi-Fi のオフオンも音声コントロールでできるんですが、今の言い方じゃダメでした。この場合の正解は Wi-Fi 無効にして。Wi-Fi 有効にして。はい、Wi-Fi のオフオンについては Wi-Fi 無効にして有効にしてって言わないとダメなんですよ。ちょっと難しいですよね。これに対して次マイクいきます。音声のオフオンです。マイクオン。マイクオフ。はい、マイクに対してはオフオンの言い方で OK なんですよ。この辺がややこしいなって思いました。あとこちら Vlog を撮りたいとき Vlog スタート。Vlog スタートはダメ。じゃあこっちは日本語か？ Vlog 開始。おお、Vlog 開始でいけました。音声コントロールの指示がオフオンなのか無効有効なのか前向いてじゃなくて戻してなのか撮ってなのか録画してなのか、ちょっとね言葉のレパートリーが絞られすぎていて、かつ統一されていないのでオフオンなのか無効有効なのかとかね、こう感覚で喋りかけて操作ができるというよりかは、しっかりとね呪文のように言葉を覚えておかないといけないなと思いました。これ同じ言葉の意味合いであれば少し違う言葉でも音声コントロールが使えれば最高だなと思いました。 AI ドラレコっていうぐらいなんでね、これはファームのアップデートに期待します。あともう一つ、七草の理想を言うのであれば、やはり360度カメラというなら360度同時に撮れるドラレコだったらなお最高だなと思いました。やはり走行中に横からいきなりぶつけられて、そこから左向いて右向いてと言ってもぶつかる瞬間は撮れていないので、前方も車内も同時に撮れるドラレコで、さらにリアカメラは別でしっかりついているもの、こういうドラレコがあればめちゃくちゃ需要があると思います。セブンティーンマイさんの画質でそんなドラレコがあったらいいな。セブンティーンマイさん期待しています。気になった点は以上です。ということで今回はセブンティーンマイのダッシュカム 4K オムニ、こちらの製品についてレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。前モデルより圧倒的に画質が良くなって、リアカメラも別でつきました。360度見渡すことが可能で、 AI も進化して駐車監視機能もパワーアップしています。こちらの製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなどを自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で See you again!